月4日畑の様子を撮影したいと思います。仕事がいろいろ忙しくなってきてなかなか畑の方に来ることができませんが、今の畑の様子を撮影します。雑草だらけです。そして私たちは自然と一緒に、いろいろ栽培できたらなっていう感覚で、畑をやっていますので、その内容を説明していきます。こちらが1番目のレイズドベッドです。ですけどオクラがここにありますけど、オクラはほとんど実がつきませんでした。私たちのやり方が悪いんだと思いますけど、オクラにはね、あんまりいいことを私たちはできていません。ピーマンはこのようにいくつかできてきています。まだまだ花が咲いてますので、ピーマンは背丈が大きくなってきましたけど、大きくなってってますね。で、この間80センチぐらい、これぐらいの高さに全部切り戻しをしたこのナスビですけど、花もいっぱいつき始めました。秋ナスビが取れる準備ができてきています。小さなナスビもできてきていますし、こんな感じで小さなナスビがいくつかできてきていますね。でね、このところに、ナスビができることを期待しながら今しています。マリーゴールドも大きくなりましたけど、こんな感じですね。ここにはイチゴがありますけど、イチゴは自然的にこのレイズドベッドの中で増え広がってっています。わかるかな。3月ぐらいにはまた実が取れ始めるかなと思っていますね。小さいナスビがいっぱい、ついてますね。こんな感じですね。これが第1番目のレイズドベッド。はい、第2番目のレイズドベッドは草だらけです。雑草が生い茂る中、こんな感じで今あります。これはほとんど見る影もなく雑草です。9月のそうですね、今度の祭日の時にざーっと、刈りたいですけど、雨が降ったりするとできない状態ですね。で、これが第3番目のレイズドベッド。ここは草はちょっと少ないんですけど、トマトも終わり、今ですね、これ見てください。ハラピーニョがですね、こんな感じで、わかるかな、緑のもありますし、こんな感じでハラピーニョがいっぱいできてきてますね。で、ここにあるようにデールって書いてあるけど、デールもいなくなりましたし、もうこのところはほとんど終わりで、今度この草をですね、土の下に入れ込んで、そして牛糞堆肥を少し入れて土をかさ上げできるようにしたいなと思っています。今がレイズドベッドはこんな感じで成長していました。ここにはトウモロコシとミニトマトが、植えてありました。もう残骸ですね。こんな感じであります。できれば今日この棚を外していきたいなと思っていますね。こんな感じで今、トマトのところが下の方にいくつか落ちてるのはありますけど、こんな感じですね。はい。そして前も映したんですけど、これが芽キャベツかな。芽キャベツがいくつかあります。こっちにもあるんですけどね。ちょっと雨が降ってましたので、映りが悪いですよね。これが葉っぱ系、チンゲン菜だと思います。で、この辺りにですね、ケールの違う種類のケールを植えたんですけど、生育がよくありませんでした。ほとんど雑草に支配された状態ですね。ここに2つぐらい残ってますけど、こんな感じ。向こうにもあるかな。
これは以前植えたケールですね。ケールはまだまだ取れてますので、この後ケールを取っていきたいと思っています。で、うちにはマンジェリコンっていうのを育てています。沖縄系のこの葉っぱなんですけど、これすごくたくましくてですね、私たちはやってることは増やし方としては非常に簡単です。どうするかっていうと、この枝がありますね、これをバシッと取りますね。こんな感じで折っちゃいます。で、うちにはこのように水を溜めてあるとこがあるもんですから、こうやって刺しておくだけです。そうすると1週間もすると根が出てきます。ちょっと以前やったやつがこんな感じで根が出ますね。そうするとそれを土に植えておくと十分問題なくこれぐらいの大きさに成長します。今そうですね、1メートル20センチぐらいの高さになりましたかね。で、こんなような感じで葉っぱを取って、これを煮詰めると苦いお茶になります。これがマンジェリコンっていうものですね。で、ここには赤しそが1杯あります。赤しそもこの間うち粉にしたりジュースにしたりいろいろしていますけど、まだまだ1杯ありますので、いろいろしたいなと思っています。こちらにはですね、マンジェリコンのまたちょっと違った沖縄系の、マンジェリコンです。これは地に這うタイプですね。背が大きくならないタイプのマンジェリコンがいっぱいあります。これも乾燥させて、お茶にすることもできますし、このまんまの状態で取って葉っぱを煮詰め出すだけでお茶ができます。こっちの方が苦味はちょっと薄いですかね。すごい雑草地帯に入りましたけど、ここが今のブルーベリーの状態です。ブルーベリーは今年はそれなりに取れたと思います。こちらがですね、この間枯れてしまったって言っていた、ブルーベリーですけど、一部は枯れていますけど、なんとか生き残っているところがあるみたいです。こちらは葉っぱが綺麗ですね。これもブルーベリーです。ここにもブルーベリーがあります。こんな感じで、ここにもブルーベリーがあるんですけど、雑草の中にあります。で、こちらにはですね、イチジクの木がありますけど、これはですね、私たちほとんど何もしてないんですが、3、4個はあったと思いますけど、多分動物に食べられたと思います。ちょっと管理してないとこんな感じですね。あとはオリーブの木、こちらは柑橘系のトゲの長い、何が出てくるかはちょっとまだ分かっていないものです。娘が持ってきまして、一回植えといてって言われたから植えただけですけど、何ができるか来年ぐらいから実ができるんじゃないかなと思っています。では次のところを移します。このところにはマリーゴールドが大きくなってきています。近所の方とかまた知り合いがこれを取ってお茶にしたりいろいろしています。マリーゴールドですね。これを今花が咲いたりもしていますし、わかめがいっぱい出てますので、非常に美味しいマリーゴールドのお茶が作れると思います。で、こちらはラベンダーのところですね。ラベンダーもいっぱいありました。こんな感じですね。ここには桑の木があります。桑は非常に大きくなるようで、どうなっていくかは何もしてない状態ですけど、だんだん成長していっています。ここにはですね、
ちょっと枯れてしまったものがあります。ここにもあるんですけど微妙ですね。この辺りに今こんな感じで里芋が生えてますね。里芋が大きくなっていますけど、近所の方の里芋と比べると大きさがあまりにも小さいです。これが挿し木をしておいただけの、イチジクですね。イチジクは枝を挿しておいただけでこんな感じで成長しています。イチジクをまず葉がなるように成長させて、来年には少し横に這わせるような形でしていきたいと思います。これはポーポーっていう木なんですけど、実は非常に美味しいそうですけど、まだ私たちは味見をすることもできないし、自然になるがままに任せています。こんな感じですね。そして今見えるかな、この里芋の一番向こうの方に白い線が引いてあるところ、それがですね、じゃがいもを植えました。そしてこの列にもじゃがいもを植えました。そしてまだいろいろしているんですけど、こちらは雑草ですね。これがですね、さつまいもが元気ですね。本当に何もしていません。ただ植えてあるだけですね。ですけど元気に成長しています。家内がさつまいもの葉っぱが結構栄養価が高いっていうことで、さつまいもの葉っぱでの料理もいろいろ研究して粉にしたりいろいろしています。この列にもさつまいもを植えました。ですからさつまいもがそうですね、この秋、11月ぐらいには取れるかな。こんな感じでやっています。でこのところはですね、ちょっと、雑草だらけに見えますけど、アスパラガスが植えてあります。アスパラが大きくなってるのもありますし、まだ今年は一つも取りませんでした。ですけど来年になったら取れてくるかなと思っています。これが綺麗に今花が咲いていますけど、これがヘチマです。ヘチマはうちでは非常に重宝して使っています。これから取れるヘチマ水で家内は化粧品にしたりいろいろしてますし、この実ですね、実を使って私たちはこの今映るかな、あるこういう実ですね。またここにも実がありますけど、ちょっと腐ってきてる実もありますね。向こうの方にも実がなってますね。この実で、私たちはたわしを作ったりいろいろします。たわしは非常に体に、馴染みがよく、私たちとしては嬉しく使っています。これがヘチマです。で今このところにですね、菊芋がありました。もう3メートル以上の高さになってるのもあり、倒れ始めてるのもあります。ここはですね、水はけが良くなかったせいか、下の方の土がかびてしまいました。そのために菊芋は今年はほぼ全滅じゃないかなと思っていますが、多少は取れるかなと思っています。でこのところにヤーコンっていう芋が植えてありますね。どういう風になるかなと思って、わあ可愛らしく、らっきょうって書いてほしかったけど、家内がこのところにらっきょうをいくつか植えたようです。どうなっていくか楽しみです。でこれがですね、期待してるんですけど、ロゼラ、わかりますか？赤い茎のところですね。これがロゼラで、秋になると実をいっぱい赤い実を実らせます。これが非常に美味しいんですね。ジャムにしたりいろいろします。
ですけど今は実がなってなくってこんな感じでロゼラが成長しています。これが秋になって実ができてきたら非常にいいんじゃないかなと思っています。これが中村家の今の様子です。枯れたところやいろんなところがありましたけど、年中何かが育てれるように私たちは努力しています。